お世話になっております。マサルです。今回のテーマは OS とディストリビューションです。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。皆さん OS って聞いたことありますか？ OS って Windows とか Mac のことだよねと思った方、大正解です。 OS とはオペレーティングシステムの略ですよね。もし OS がなかったら YouTube にアクセスをして動画を見るということもできないと言っても過言ではありません。 OS は人間がやりたいことを受け付けて機械に関する様々な制御をしてくれます。このように OS は人間のやりたいことを実現するために機械を制御してくれる役割だと覚えておきましょう。そして有名な OS として Windows、MacOS、Linux などがあります。皆さんがこれから勉強する Linux も Windows や MacOS と同じように OS として人間のやりたいことを実現するために機械を制御してくれています。ではもう少し詳しく Linux についてお話ししていきます。 Linux とは何か、まずはざっくり特徴的な全体像をお話しします。 Linux とは誰でも無料で使える自由に改造してもいい OS、 このような特徴があります。これは皆さんがよく利用する Windows や MacOS と比較するとイメージしやすいです。 Windows や MacOS は利用するのにお金がかかります。例えば Windows の場合、 Windows OS が最初からパソコンに入っている場合が多いので実感が湧きにくいのですが、実はパソコンの価格の中に Windows OS の値段が含まれています。参考までにこちらは2025年動画作成時の情報ですが、 Amazon で Windows 11 Home 日本語版が14,980 円で販売されています。つまり OS を利用するにはお金がかかるということです。一方 OS としての Linux はものにもよるんですが、誰でも無料でダウンロードして利用することができます。まずは LinuxOS というのは無料で利用できるものがあるという特徴を覚えておきましょう。さらに Linux は改造しても良いという特徴も持っています。Windows や MacOS は利用者が勝手に改造すると利用規約違反となり法律問題に発展する可能性もありますし、さらに勝手に改造してしまうと OS として起動しなくなることも考えられます。一方 LinuxOS は自分好みに改造してカスタマイズをして利用することも認められています。 LinuxOS は無料で使えて利用しやすいように改造しても良い、なんだかすごい OS ですよね。ここで少し補足をしたいと思います。 Linux とは厳密にはカーネルのことを言います。カーネルとは何かを話すと難しくなってしまうので、まずはイメージで捉えてください。カーネルとは車で例えるとエンジンのような存在です。車はエンジンを使って動力を得ますが、エンジンだけでは車として機能しませんよね。車として機能させるために車体やタイヤ、ハンドル、シートベルトなどいろいろなものが必要です。 Linux も同じで Linux 自体はカーネルなので OS として利用するためには様々なものが必要です。それら様々な基本的な機能が揃って OS として利用できるようになったもののことをLinuxOS と言ったりします。さらに LinuxOS に対してそれぞれの利用シーンに合わせた設定やソフトウェアが用意されて配布されているもののことをディストリビューションと言います。どうでしょうか？いろんな単語が出てきて最初は難しく感じるかもしれません。なのでもう一度表を使って情報を整理しておきましょう。カーネルというのは車でいうとエンジン、OS の心臓部です。OS として機能させるために
基本機能を加えたものが OS です。基本機能以外にも利用シーンに合わせて使いやすくいろいろなものを付け加えたものがディストリビューションです。このように少し複雑な背景があるので Linux という言葉が出てきた時には注意が必要です。狭い意味、つまり教義の意味で Linux と言われたらカーネルとしての Linux を指しています。そして広い意味、講義としての Linux と言われたら Linux OS のことを指すことが多いです。一般的な会話の中では Linux は OS として語られることが多いので Linux イコール OS と覚えてもらっても良いのですが、試験の中ではカーネルという言葉が出てきたり、参考書の中で教義の意味での Linux という言葉が出てきた時には Linux をカーネルとして話している時なので混乱しないように注意してくださいね。それでは次にディストリビューションについて一緒に勉強していきましょう。大切なポイントなのでもう一度お伝えします。カーネルというのは車でいうとエンジンのようなもの、車として利用できるように基本的な機能が備わったものが OS、 さらに乗用車、スポーツカー、トラックみたいに用途によってソフトウェア設定が準備されて提供されているものがディストリビューションです。車の種類と同じようにディストリビューションにもいろんな種類があります。今回の動画の中でまず覚えてほしいディストリビューションはこの2つです。 Ubuntu と Alma Linux、 この2つの名前をまずは覚えてください。時代によって主流のディストリビューションは移り変わっていきますが、2025年現在覚えておきたい代表的なディストリビューションがこの2つです。 Ubuntu は初心者向け、デスクトップとサーバー両方に対応した使いやすいディストリビューションです。まず Linux を触ってみたいなと思ったら Ubuntu の利用がおすすめです。なお Ubuntu とは南アフリカの言葉で他者への思いやりとか互いに助け合うという意味を持っている言葉です。思いやりのある初心者に優しい OS ということですね。一方 Alma Linux はサーバーを動かす OS として利用されることが多いディストリビューションです。皆さんもゆくゆくは Linux でサーバーを作ることがあるかもしれません。その場合は現時点では Alma Linux がおすすめです。少しまとめると Ubuntu はデスクトップでもサーバーでも利用できる初心者向けのディストリビューション、Alma Linux はサーバーで利用されることが多いディストリビューションです。ここまでよろしいでしょうか。そしてもう一つだけ覚えてほしいことがあります。それがベースです。 Ubuntu は Debian 系、Alma Linux は Red Hat 系、このベースの系統によって利用するコマンドが違うので Linux 技術者は両方の系統のコマンドを知っている必要があります。とは言ってもまるっきり全てが違うコマンドというわけではありません。一部のコマンドがベースによって異なります。車で例えると右ハンドルと左ハンドルみたいな感じで使い心地は違うんですが、やろうとしていることは同じ場合が多いです。ベースの系統によってコマンドが異なるというところは今のうちに理解しておくとこれからの勉強が楽になると思います。コマンドの違いについては別動画でお話ししていくので、少しずつ整理をしながら一緒に覚えていきましょう。それでは最後に穴埋め問題を使って今回の動画の理解度をチェックしていきましょう。講義の意味で Linux とは誰でも〇〇で使える自由に〇〇していい OS。 当てはまる言葉を考えてください。講義の意味で Linux とは誰でも無料で使える自由に改造していい OS ですね。教義の意味でLinux とは〇〇のこと。教義の意味で Linux とはカーネルのことです。Linux カーネルに基本機能を加えたものが〇〇と言います。Linux カーネルに基本機能を加えたものが Linux OS です。Linux カーネルに基本機能だけではなく、用途に応じたソフトウェアや
設定を加えて配布されているものが〇〇です。Linux カーネルに基本機能だけではなく、用途に応じたソフトウェアや設定を加えて配布されているものがディストリビューションでしたね。そして覚えておきたいディストリビューションは2つです。Ubuntu と Alma Linux。それぞれのベース何だったか皆さん覚えてますか？ Ubuntu は Debian 系、Alma Linux は Red Hat 系です。皆さん全部答えることができましたか？それではエンディングです。今回は OS とディストリビューションをテーマに一緒に勉強しました。なかなか最初は理解するのが大変ですよね。動画を見るだけでは覚えたつもりになってしまうので、動画のコメント欄などを使ってアウトプットしてみるのがおすすめです。OS って何だったかな？ディストリビューションって何だったかなと自分に問いかけて、学んだことをコメント欄にアウトプットしてみてください。自分の言葉で文章化できたら理解できた証拠です。動画を見終わった後は何を学んだのかしっかり考える癖もつけてくださいね。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独、質問できる環境が欲しい、職場以外の人とつながりを作ってみたい、そんな方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年5月のスケジュールです。 Linux の勉強会はもちろん CCNA の勉強会、さらに英語、ペン字教室、キャリア相談会など様々なイベントがあります。気になる方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。